レトロゲームのカメラワーク。またニッチな企画を。このチャンネル見てくれている人の大半は生まれる前の話やと思うけど、あの頃は良かったっていう話じゃなくて、厳しい制限の中、いかに開発者の方が限界突破してきたか、という熱い話ができたらと思います。制限をいかにアイデアで乗り越えてきたって話なのかしら。せやな。そんじゃ、まずは前提知識。ポリゴンとかなかった時代、ゲームグラフィックスは主に BG、バックグラウンドとスプライトで表現されとったんや。あ、スプライトって聞いたことあるよ。多分、勘違いしてるんやろうな。BG は、4ネ G のごとく、背景をスクロールするためのもんやな。ハードによって、複数枚重ねたりができたで。ふむふむ。スプライトは、主にキャラクターを表現するためのもので、自由に移動させたり、アニメーションができたんや。後期になると、拡大縮小みたいな概念も登場したけど、基本はこれだけやな。これだけの機能だと、縦か横に進むだけでカメラワークなんて表現できないんじゃないの？せやな、そこが面白いところや。一見、不可能なことを創意工夫でなんとか表現しようと果敢に挑んだゲームが確かにあったんや。今回は、その中でも特にうちがすごい、と思った4本を紹介させてもらうで。92年メガドライブにて発売、セガ、アイラブミッキー&ドナルド、不思議なマジックボックス。セガってあんまディズニーのイメージないけど、こういうのも作ってたのね。今はそうやけど、メガドライブの時代は何本か出しとったんや。しかも、どれも超ハイクオリティで素晴らしかったんや。へえ、確かに、ドット絵に並々ならぬこだわりを感じるね。せやろ、数ある家庭用ゲームにおいて、うちが最も衝撃を受けたのが本作のオープニングや。何がすごいってまずは見てもらうのが一番やな。わわ、カメラが狂って回り込んだよ。どうなってるの？すごいやろ？この場面を深掘り解説していくでっつっても、うちは解析とかできるわけやないから、この映像から感じ取ったままで語らせてもらうで。それあなたの感想ですよね？このカメラワークにおいてポイントとなるのは2つあるんやけど、まずは BG についてやな。ふむふむ。この場面では大きく2枚の BG が別々のスクロールスピードで流れているんやけど、特に奥の BG に注目してな。あ、この瞬間、別の絵に差し替えられてるのか。せやせや、そしてここでうまいなと思うのは、差し替える瞬間、手前のオブジェクトが何気なく画面いっぱいになっとるやろ。これで見えへんようにしてあるんや。ああ、なるほど確かに。ちなみに、この隅っこなんやけど、よーく見ると、一瞬黒くなっとるのが見えるんやけど、この瞬間に BG を切り替えとるんちゃうかなと思うわ。細か。そんで、もう一つの大事な要素が樽やな。あ、これは私も気がついた。この樽が回るアニメーションがより説得力高めてるよね。せやな。でも、これよーく見ると、どうやらアニメーションではないっぽいんや。え、そうなの？アニメーションパターンをこんだけ用意しよう思うと、それだけでメモリ消費してまうからね。おそらく、スプライトで表現された節が、微妙に形を変えつつ横に移動しとるんちゃうかなと思うわ。ああ、確かにこうやって分解するとわかりやすいね。ここのポイントは、なんといっても、樽という円柱形状のオブジェクトが選ばれとることやろうな。円柱じゃなかったら、当時のゲームハードでは、こういった滑らかな表現はできんかったんちゃうやろうか。完成品だけ見るとへーって感じだけど、しっかり考え込まれてるのね。そんな、I love Mickey and Donald 不思議なマジックボックスは、メガドラミニに収録されとるから、今でも探せば気軽に楽しめるで。そして、メガドラミニ3発売の暁には、何卒アラジンを、おくまりさんおねしゃす。96年アーケードにて稼働、カプコン 19XX。カプコンってあんまシューティングゲームのイメージないけど作ってたのね。なんか、さっきも聞いたようなセリフな気がするけど、せやな、キャラクター表現を得意とする会社のイメージがあるけど、昔は結構いろいろ作ってたんやで。へえ、格ゲーブーム真っ盛り、カプコンとしても久々にリリースしたのが、この 19XX や。ご覧の通り、箱庭感のある美しいグラフィックスと、楽しいとんでも平気目白押しで、格ゲーに疲れたゲーマーの癒し的存在になったったんちゃうやろうか。確かに、グラフィックすごく綺麗ね。さて、このタイトルと聞いて、あのシーンか、とピンときた処刑士もおられることやろう。そう、あのシーンや。まずは、この映像を見てほしい。お、さっき、お姉ちゃんもちらっと言ってたけど、拡大機能で急降下を表現しているんだね。ナイスなフリオ、ありがとう。そう見えるやろ。
でもこのゲームが作られた CP システム2って基盤には拡大機能は存在せえへんのや。めっちゃ拡大してたよ。そう見えるようにトリックが仕込まれとるってことやな。順に見ていこうか。まず注目してほしいのは市街地を飛行するシーンからだんだん人里離れて真っ暗な海に伸びる線路に舞台が変化しとるのがポイントやな。背景を真っ暗にすることで拡大表現せんとあかん背景をなくしとる。ふむふむ。そしてよく見るとここを境に街灯の表現が変わっとるやろ。本当だ。どうもこの部分は制作者様としてもあまり背景をじっと見てほしくなかったんちゃうやろか。強敵を配置して背景に意識がいかんようにしとるんもうまい工夫やな。プレイしてたらそれどころじゃないよ。この点々と並ぶ街灯なんやけど、おそらく BG ではなく本来ならキャラクターを表現するスプライトで表現されとるんちゃうかなと思うわ。そして高架開始。この街灯の位置が少しずつ変化すると同時に街灯と雲と汽車も拡大し始める。そうそう、この汽車は絶対に拡大してるよ。これは多分事前に用意した画像のアニメーションやと思うわ。よーく見ると拡大がスムーズじゃなくて離散的になっとるやろ。確かに。そして雷で背景が一瞬見えることでさらに説得力が増しとるな。もちろん背景を拡大していくことはできんから雷という自然現象を利用することで一瞬だけ表示してうまいことごまかしとるんもええな。なるほどね。アイデアでハードの限界突破してるのって面白いね。そんな 19XX はカプコンアーケードスタジアムにて配信されとるからスイッチ、PS4、Xbox One、Steam などの現世代機でもプレイ可能や。97年アーケードにて稼働、カプコン、ストリートファイター3ニュージェネレーション。これは、ついこの前新作スト6出たやつだ。ドット絵で、いかに美しい表現をするかで学者しのぎを削ったった時代、ドット絵百戦錬磨の猛者中の猛者たちが集大成として挑んだのがこのスト3やと思う。確かにめっちゃ綺麗だし、すごくよく動くね。でも、格闘ゲームってカメラ固定だからカメラワークなんてないんじゃないの？多分、その状況に一石を投じたかったんちゃうかな。見てほしいのはこの瞬間や。どこ？ぐにゃっと曲がった背景や。これがそんなにすごいの？これがキャラクターが地上にいる時の画面なんやけど、若干曲がってはいるけど、普通に横から見たパースで描かれとるんや。でも、大技で縦に大きくスクロールする時だけ見える上の方は、下から見上げたようなパースで描かれとるんや。つまり1枚の絵で2つのパースが描かれてるってこと？そういうことや。この効果もあって、キャラクターがより高く舞い上がっているかのように錯覚させとるんや。こういうのはアイデアだね。おそらくしょっちゅう縦にスクロールするゲームならこのぐにゃぐにゃした背景はむしろ違和感になったんちゃうやろうか。基本は地上戦でたまにふっと上空が画面に入るから効果的になっとったと思う。これを 3D で表現するとこんな感じやろうか。大きく上昇すると同時にカメラが下に回り込むこの感じをイメージしたんちゃうやろうか。なんでもユニティで作るな。この上半分が別のパースで強調されとるのが全ステージってわけではなくてタットリーステージ、ショーンステージ、アレックスステージ、ビルステージがそうなっとるみたいやわ。ちなみにこの表現は続編であるセカンド以降息を潜めることになるんや。何かしら方針転換があったのかね。そこまではわからんな。スト3シリーズはファーストは対戦バランスに難ありということでいまいち流行らんかったけども、サードは傑作格闘ゲームとして今なお根強いファンの多い作品やな。そんなスト3シリーズはストリートファイター 30th アニバーサリーコレクションに全部収録されとるからスイッチ、PS4、Xbox One、Steam などで今でも気軽に遊べるで。94年アーケードにて稼働、タイトー、レイフォース。太古の昔、スコアを競うのがシューティングゲームのモチベーションやった時代からゼビウスで世界観が加わり、ユーザーのモチベーションは先を見たいという欲求に切り替わったんや。そんな演出型シューティングゲームの究極系となったのがこのレイフォースや。究極系？このゲームはスタートした瞬間からエンディングまで完全シームレスに繋がっていて場面転換のうまさが抜きんでている。ゲーセンミカドの池田さんも大パーツのようなゲームと評していたが、29年経った今でも未だにこのゲームを超える演出型シューティングゲームは存在しないとうちは思う。ほえ。さ
て、このゲームを語る上での前提知識として、バーン&ティルト、ドリー&トラックの違いを、みんなに馴染みのあるゲームを使って解説しようか。なんでもユニティで作るな。まず、FPS のようなゲームをイメージしてもらって、右スティックをグリグリ動かすと、カメラの移動がなくて回転するな。この時、左右の回転がバン、上下の回転がティルトや、リアル世界やと三脚を立てたカメラをイメージしてもらうと分かりやすいな。カメラは動かなくて角度だけ変化するのね。次に左スティックを動かすとキャラクターが平行移動するな。この時、ゼルダみたいに動く被写体を追いかけるのがトラックや、そして FPS みたいに追従する被写体が存在しなくて、風景に対してカメラがスライドするのがドリーや、リアル世界やとレールを敷いて、その上をカメラが移動するようなのをイメージしてもらえば OK や。今度はカメラが移動するのね。2D ゲームってスクロールするカメラの中に自キャラが常におるやろ。せやからカメラワーク的にはトラックという技法が使われとるとも言えるんや。レイフォースでも上から見下ろした視点でカメラがずっと平行移動するようになっとるからトラック技法が使われとるってことやな。なるほど。次にカメラを固定したパンとカメラを平行移動した時のドリーを見比べてや。ああ、ドリーの方が背景がずれていってるのかな。今回の話はこの見え方の違いがキーになっとるんや。レイフォースはトラックしとるとさっき説明したけど、こうやってスクロールスピードをずらすことでコード感が表現されとるな。これがこのゲームの基本なんやけど、一箇所だけティルトが使われとる場面がある。それは最終面、コンヒューマンの本拠地に乗り込む場面や。なんか整然と街が広がってるね。これな、このゲームのストーリーは AI に乗っ取られた地球に対して生き残った人類が反旗を翻すストーリーや。そして舞台は地球の内角を球状にくり抜かれた敵本拠地。この街のように見える風景に人類はおらんはずや。おそらく巨大な球体のコンピューター基板のようなものなんやないやろうかと勝手に思とる。ひえ、なぜ SF の AI はすぐ人類を殺しにかかってくるのか。中二病をくすぐられる設定とは普遍的なんかもな。さて、この球体から伸びる巨大な塔。ここでこの柱に沿って機首を上げ、いよいよ最終決戦に挑むこの場面や。迫力あるね。この場面を 3D で表現するとこんな感じやろうか。この機首を上げる瞬間のカメラの移動に注目してほしい。この時だけカメラが止まっとるんや。あ、横から見るとここでカメラの移動が止まってティルトになってるのか。そう、ティルトってことはさっきの実験の通り背景のズレはなくなる。せやから一枚絵で表現できるんやな。そして柱が迫ることで対地速度が上がることもスクロールスピードの変化で表現されとるな。この巨大な絵を挟むこととスクロールスピードを変化させるだけでこのカメラワークを表現できると気がついた当時の制作者様、ほんますごすぎると思うわ。なるほどな。これって舞台が先に決まったのかカメラワークが先に決まったのかも気になるね。それは開発者様に聞いてみんとなんともわからんな。そんなレイフォースはレイズアーケードクロノロジーやサターン移植版のレイヤーセクションに収録されとるから現行主要ハードで遊べるで。そして iOS や Android アプリでもリリースされとるから非常に遊べる選択肢が多いな。さて、うちがすごいと思った 2D ゲームのカメラワークを紹介させてもらいましたが、どうやったやろうか。当時はハードの制限が厳しかったからこそ誰も見たことない映像表現に挑む熱量を感じたわ。せやな、今回は今でも気軽に買えるゲームを中心に紹介させてもらったんやけど、他にもうちの知らんようなゲームもいっぱいあると思うんで、もしもっとすごい表現をご存知の方はぜひコメントで教えてや。今回はここまでや。ご視聴ありがとうございました。